いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はトップチニングを解説いたします。チニングというとボトムを釣ることが一般的ですが、季節を選べばトップウォータープラグでも釣ることができます。醍醐味はやはり水面を割ってルアーを襲う瞬間です。トップウォータープラグのためルアーを操作するだけでも楽しく、バイトの瞬間はとても興奮して釣った喜びや達成感もひとしおだと思います。そのようなエキサイティングなトップチニングの基本を解説いたします。しかし、チニングをやり始めると誰もが一度は憧れるトップチニングですが、いつものボトム狙いとは違ってなかなか釣れません。本来そこにいるチヌを水面で釣ろうとなるとかなりの条件が揃わないと、ただ難しい釣れない釣りになってしまいます。そのような難しいトップチニングも使うルアー以外にこの条件が揃えば釣りやすいという大事な条件があります。今回はその条件とは何かを中心に解説いたします。最後までよろしくお願いいたします。トップチニングのベストな条件は次の通りです。5月から9月、シャローエリア、水深2メートル以内、ベタナギ、ササニゴリ、多少の曇り、ゴロタや岩盤、小魚の接岸、夜明け前30分、水温20度以上。5月から9月について、チニングでトップウォータールアーを使って釣れる時期は、水温の上がる5月ぐらいから秋までがおすすめです。特に6月から9月中旬までの温暖期になります。水面を意識したクロダイを狙う釣り方は、長い雨が降っていた梅雨の時期が明けてからが最も適したハイシーズンになります。9月中旬以降や一時的な雨などにより水温が下がって反応が悪くなっても、クロダイは同じ場所に居ついています。トップウォータールアーに反応がなくなってしまった、そのような場合のために、ボトムを狙うルアーもタックルボックスには常備しておいた方が良いかと思います。地域によってトップで釣れ出す時期に差がありますが、5月後半、6月頃から本格的なシーズンに入る地域もあります。気温が高い地域の場合は、10月から11月くらいまでクロダイが浮いています。温排水などの生活排水が流れ込むような場所では、冬でもトップウォータールアーに反応するところもあります。シャローエリアについて、トップウォータープラグでクロダイ、キビレを釣るために最も重要なことが場所の選択です。トップウォータープラグで食わせやすい場所を探す必要があります。結論、シャローエリアになります。例えば、遠浅の海岸沿いや海水と淡水が混ざり合う河口域、干潟状になっているところはトップウォータープラグで釣りやすいシチュエーションになります。クロダイ、キビレは警戒心が強い魚ですが、かなり浅いところにもたくさん生息しています。膝くらいの水深のところでも泳いでいることが多くあります。浅いエリアがトップウォータープラグで釣る上で最大のポイントになります。満潮から下げ始めがトップチニングのスタートになります。浅瀬に入ってきたクロダイが水位が下がってしまうまでに食事を済ませようとスイッチオン状態になります。そこに住む小魚やカニ、エビなどの甲殻類を捕食します。水深2メートル以内について、トップチニングは水面を意識しているクロダイを狙いますが、水深があまりにもありすぎるところではクロダイはルアーに気づきません。トップ狙いのチニングでは、障害物がそれほどない場所では水深は2メートル以内が基準となります。それ以上でも釣れないことはありませんが、クロダイがルアーに気づく可能性は深くても2メートルくらいまでがベストです。ハイシーズンでは水深30センチメートルもあれば近くまで上がってきます。杭や沈み岩などの縦の障害物がある場所の場合は、障害物に沿ってクロダイが浮きやすくなります。このような場所を攻めるときは、水深がもっと深くてもトップに出る可能性は十分あります。ベタナギについて、トップチニングで水面の状況はとても重要です。強風が吹いていて、水面に風が当たって、水面が波立っているような状態の時は難しくなります。あまり釣れていない外海に面した場所などは、狙って釣れないことはありませんが、風波が立っているようでは釣りにくくなります。多少の小降り程度の雨の場合、逆に警戒心が薄れ、多少の水の濁りがあっても釣れますが、あまりにも水面が波立っている箇所ではルアーの操作がしにくいのはもちろん、
水の中にいる魚にも気づかれにくくなります。こういった状況下では、ペンシルやポッパーよりもリールを巻くと潜るフローティングタイプのクランクなどが有効です。可能であれば初心者の方にはベタなぎがおすすめです。笹濁りについて、水の透明度については濁っていてもクロダイはトップで釣ることができますが、場所によっては釣果に大きく影響が出てしまいます。濁りも笹濁り程度なら大丈夫ですが、大雨の後のような泥の混じったひどい濁りの場合、ルアーの存在感を消してしまうので、釣るには難しい状況になります。少し水の中の様子が見えるくらいがトップチニングではベストとなります。逆に透き通るようなクリアでは見切られやすくなるので注意が必要です。多少の濁りがある場合はラトル入りのルアーを使用すると効果的です。多少の曇りについて、トップチニングのシーズンになると真面目の時間帯以外は日差しが強くなることが多くなりますが、雲一つない青空が広がる晴れ間よりは多少の曇り空の光加減の方がおすすめです。トップチニングをする場合でも朝、夕の真面目が最適ですが、光量だけを考えると日中でも問題ありません。ゴロタや岩盤について、水深が浅ければどこでもトップで釣れるというわけではありません。キビレは砂地でもいますが、ボトムがゴロタや岩盤などのいわゆるハードボトムがおすすめです。駆け上がりや沈みは海藻などのクロダイの隠れ家となるような場所を狙いましょう。小魚の接岸について、ベイトフィッシュの接岸などもかなり重要になります。春のチニングはカニや貝などボトム系の餌を食べていることが多かったですが、夏になると小魚系を意識しだすようになります。海水温の上昇に伴って酸素濃度が薄くなると、群れから外れた弱った小魚などをクロダイは積極的に捕食するようになります。夜明け前30分について、トップチニングで一番確率が高いのは朝間詰めになります。朝間詰めはクロダイの活性がとても高く、トップに出やすい時間帯となります。夜明け前30分ぐらいから釣りを開始するのがおすすめです。特に朝間詰めの潮位が低くなっているタイミングであれば、さらに釣れる確率はかなり上がります。水温20度以上について、トップチニングの境界線とも言われる水温が20度以上になると、クロダイ、キビレもトップで釣れ出します。しかし、雨が多い梅雨は雨の影響で水温の変化も多く、釣果にばらつきが出やすくなります。最盛期は水温が25度以上となる7月の梅雨明けから9月上旬くらいです。水温20度を下回ると次第にトップへの反応が薄れてきます。ここからはトップチニングで使用するタックルについて解説いたします。ロッド。長さは6フィート後半から8フィートまでが最適です。特に7フィート前後の長さがおすすめです。トップチニングではトップウォータールアーにアクションをつけることがメインとなるため、長すぎるロッドでは操作性や取り回しが悪くなります。ストラクチャーなどのキャスト精度が求められるポイントではショートロッドを、河川や河口などある程度流れが強い場所でもやり取りする場合や、広いエリアでのロングキャストが必要なポイントではロングロッドを選ぶと良いと思います。トップチニングで扱うロッドの硬さは、ライトからミディアムライトクラスがおすすめです。トップウォータールアーは軽量なものが多く、ラインスラッグを多少作って扱う方がよりアクションもさせやすくなります。そのため、あまりにも硬すぎるロッドはラインスラッグが作りにくく、動きも不自然になりやすくなります。柔らかすぎるロッドだと、ルアーを十分にアクションさせることが難しくなってしまう点や、ファイト時のクロダイの突っ込みなどのパワーにも負けてしまうため、ある程度のパワーも必要です。ティップは、チニングロッドのティップはソリッドティップロッドも多いですが、トップチニングではロッドアクションをルアーにしっかりと伝えるため、チューブラーティップを使う場合があります。最近ではチューブラーティップでもソリッドティップ並みの食い込みの良さがあるモデルや、その逆で操作性や感度の高いソリッドティップもリリースされているため、あくまで参考程度で構いません。初心者の方はまず操作性の高い釣りに向いているチューブラーティップタイプを選ぶことをお勧めします。リール。リールは特にトップチニングに適しているものはなく、ボトムチニングで使用しているもので構いません。スピニングリールならば2500番から3000番程度、ベイトリールならば海水対応の小型のもの、バッスリで使うサイズを選びましょう。ライン。スピニングリールには PE0.8 号から1号、ベイトリールには
PE1 号から2号がおすすめです。リーダーはバイトを乗せにくいことが多いため、伸びのあるナイロンラインがおすすめです。太さは3号から5号、12ポンドから20ポンド程度。長さは手を広げた1ヒロほど取れば十分です。ルアー選びについて、ペンシルベイト。ペンシルベイトは左右へのスライドアクションと波紋でクロダイに誘いをかけるのが得意なルアーです。ペンシルベイトのいいところは、ドッグウォークさせることで広範囲にアピールできる点です。イワシやボラ、アユの稚魚などの小魚系のベイトを捕食している時に有効です。これらのベイトが逃げ回っている、魚がボイルしているのが見えるとき、このような状況下で使います。素早くアクションさせるというより、綺麗にドッグウォークするようにアクションをつけ、たまにポーズを入れます。大きさは 7cm 前後を目安に選んでください。活性が高く、餌を積極的に追い回すクロダイを狙う時の食わせ能力に優れたルアーです。ポッパー。ポッパーはアクションをつけた際、カップ形状の口が水を押して、水しぶきを上げ、スプラッシュ音や空気を含んだポコンという音で誘います。ペンシルベイトに比べてアクションごとの移動距離が短いので、少ない距離でより多く誘えることが特徴です。大きさはこちらも 7cm 前後を目安にして選んでください。ポコッポコッポコッと2回から3回アクションを入れ、2秒から3秒ほどポーズを入れて使います。ポーズ中に食ってくることも多いです。アクションを与えた時に水しぶきと音でクロダイにアピールするタイプのポッパーですが、エビやカニなど小魚系以外食っていそうな時、小魚系のベイトがいるが泳ぎ回っていない時、クロダイがボイルしている時、餌を捕食する姿が見えないなど、このような状況下においてはポッパーが効果を発揮します。捕食スイッチが入っていない餌をこれから食うために準備しているクロダイを音と水しぶきで捕食スイッチを入れて引っ張り出すような使い方に適しています。ペンシルポッパー。ペンシルベイトとポッパーのちょうど中間的な位置づけでオールラウンドに使えるルアーです。アクションさせると左右へクイックなドッグウォークするのが特徴です。ポッパーほどではないものの控えめな音と水しぶきがクロダイやキビレにアピールします。これに加えてややブレーキがかかる左右への首振りと波紋でクロダイに誘いをかけることが可能です。トップウォーターチニングに使うルアーとしては、ベイトの種類や状況を問わずに使いやすく、初心者の方はペンシルポッパーを用意しておくことがおすすめです。カラー。基本的にアピール系、ナチュラルベイト系、濁り系、クリア系を揃えておくことをおすすめします。アピール系が一番良い時間帯は朝まずめとなります。日が昇る時間帯のため、デイゲームの定番カラーのグリーンゴールドやチャートがおすすめです。ナチュラル系は河川ならイナッコや港湾部ならイワシカラーなど、その場所に居ついているベイトに合ったカラーが効果的です。トップ系のルアーで大事なことはベリー、腹部のカラーです。水面を泳がせてくるトップウォーターを追いかけてくるクロダイは下から上を見上げていて、水面を泳ぐ魚の腹部しか見えていない状態のため、魚に見えやすいベリー、腹部のカラーが重要です。魚はほとんど腹部だけは白いものが多いです。そのためベリー、腹部が白またはシルバーなものを選ぶようにしてみましょう。雨上がりの水が濁ったシャローポイントなどで有効なカラーは濁りに強い黄色かゴールドのカラーがおすすめです。カラーは水中から見た空の色と同化できるカラーが擦れさせにくいとも言われています。晴天時ならクリア系、曇りや雨ならシルエットがはっきりとするブラックなどのカラーがおすすめです。最後に釣るためのコツを紹介いたします。クロダイ、キビレは果敢に水面を割って食ってきますが、非常にかかりにくいのが特徴です。魚が食ってきたらといって早合わせは禁物で、しっかりと竿に魚の重みが乗ってからフッキングするようにしましょう。ルアーの引き波を食ってくることもよくあり、バイトしたのに全く魚の重みが乗らないときは焦らず、ルアーのアクションスピードを少し遅くして動かし続けてみましょう。もしくはアクションのたびに間を入れてルアーをしっかり止めながら誘うのも有効です。一度食ってきて乗らなくてもアクションを続けて何度も食ってくることがよくありますが、かからなかったからといってルアーをすぐ回収するのは NG です。濁りが出た時の狙い方はクロダイの目の前にルアーを通すことを重視しましょう。
濁りが入った時は普段よりも浅いスーパーシャローエリアや駆け上がりの斜面や縦のストラクチャーなどの際ギリギリを狙います。透明な水質の時はクロダイを追わせて食わせることもできますが、ルアーを途中で止めるポーズを入れすぎてしまうとクロダイがルアーを見切ってしまいます。そのためリトリーブ速度は速めであり、ポーズをできるだけ挟まずに動かし続けるのが基本になります。ポーズを入れるとしてもアクションに緩急をつけて食わせの間を与えるために一瞬、長くても 0.5 秒以下で十分です。短いステイと移動距離の少ないドッグウォークを繰り返すことでクロダイやキビレの食性に合わせた逃げ惑う小魚を演出しましょう。クロダイやキビレはシーバスなどと比べて口が小さく基本的に食べるのが下手な魚です。また特にキビレの場合は何回もベイトに噛みついて襲う追い食いの傾向があります。そのため水面が爆発する激しいバイトを目視で確認できてもミスバイトが多くなります。手元に魚の重みが伝わるまではアクションを止めることなく、そのままルアーを動かし続けましょう。数回の追い食いの後に大きな当たりが伝わったら、その時に初めて合わせを入れましょう。1回目のバイトの時点で合わせを入れてルアーがすっぽ抜けて、逆にアクションを止めても魚がルアーを見切ってしまいます。ミスバイトがあったら、そのバイトにびっくりして逃げ惑うベイトを演出しましょう。クロダイに追いつかれないようにアクションをつけながらルアーを動かし続けるくらいが結果的にフッキング率は上がります。今回のまとめです。トップチニングの条件をまとめるとこのようになります。5月から9月、シャローエリア、水深2メートル以内、ベタナギ、ササニゴリ、多少の曇り、ゴロタや岩盤、小魚の接岸、夜明け前30分、水温20度以上、アクションをつけながらルアーを動かし続ける。今回の授業は以上となります。トップチニングの授業が今シーズンの超過アップの手助けに少しでもなれば嬉しいです。Web3.0 時代に先駆けて Discord を使った新たな釣りコミュニティ、釣りシティを作っていました。釣り人が集まる仮想都市を目指しております。ジャンル問わず釣り好き同士で一つの街が作れたら楽しそうと思いやっています。登録方法は招待リンクを説明欄に貼っておりますので、そこからお入りください。これから主流になると言われている Discord に興味がある方がいらっしゃいましたら、一緒に勉強していきましょう。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。釣りって学べるは、今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。